夢日記。銀色の男。気がつくと地下洞窟の中にいた。洞窟といっても人の手が入っている部分もあり、階段やはしご、その他簡易的な橋なども架けられていた。自分の肉体は高身長の筋骨隆々の青年になっており、この地下洞窟に冒険しに来ているようだったが、具体的に何を探しに来ていたのかはわからなかった。後ろには別の冒険の途中に知り合った自分を兄貴と言って慕ってくる男がいて、自分より少し若く一回り小さかったが、こちらも筋骨隆々で、世界観的には自分も弟分も含めてジョジョの第2部みたいな雰囲気だった。ある程度洞窟を進んでいくと、少し広くなった場所に他の冒険者が利用していたキャンプの跡があったので、自分たちも今日はここで休むことにした。焚き火の横で何かの動物の皮でできた毛布にくるまって寝ていると、ガタンという物音がして、自分の肉体は自分の意志とは無関係に一瞬で壁に背中をつけて臨戦態勢に入った。向こう側の壁を見ると、弟分も壁に背をつけて臨戦態勢に入っており、自分たちは目配せをして何者かの襲来に備えた。しかし10分ほど待っても何かが動く気配もなく、警戒を解こうとした瞬間に、いつの間にか目の前に全身裸で銀色の肌をしたスキンヘッドで筋骨隆々の男が立っていた。自分は腕に炎をまとい、そいつに必殺技を食らわせたが全く効かず、弟分も風の力を使い空中を滑ってきたが、銀色の男の威圧感がすごすぎて何もできずに固まっていた。自分は瞬時にこれは自分たちの叶う相手ではないと判断して、弟分の腕を掴んで洞窟の奥へと一目散に走り出した。するとなぜか自分の意識がこの銀色の男に映っていて、この男の意識を例えるなら無だった。先ほどの自分たちに対する敵対心も全くなく、ただ本能だけで行動しているだけの生き物だった。しかし自分の意識が移ったからなのか、突然銀色の男は自分は何者なんだと自問自答し始めた。銀色の男は20秒ほど動きを止めて考えていたが、私は神だと結論を出して少し膝を曲げると、そのままジャンプをして地下の洞窟から真上に穴を開けて地上へ出た。地上は360度水平線まで砂地の砂漠で、目の前には高層ビルを横に倒したぐらいの大きさの巨大な石の台に観覧車ぐらいの大きさがある。お母さんが余った布で手作りで作ったような花のぬいぐるみが垂直に3つ並んでいた。銀色の男はおもむろにその花に抱きつくと、と登り出した。銀色の男のスペックならすぐに頂上まで行けそうだが、なぜか結構苦労していて、どうにか腕力だけで登り頂上が見えてくると、花の向こう側から同じように登ってくる人の姿が見えた。その人はロングの茶色い髪をなびかせたエキゾチックなやや褐色の肌をした女性で、銀色の男というか自分は一目でこの人が運命の人ファム・ファタルだと直感的に分かった。自分は運命の人に出会えた喜びで、パワーが体中から溢れてきて、全力で花を登ろうとしたところで目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。